マンハッタンカフェが可愛がっているレッドディザイアがブエナビスタの記者会見に乱入してトンチキな発言したりでネットで話題になっており自分もさすがにどうかと思ったので話し合ってみることを勧めるアグネス・タキオン。カフェ、ちょっといいかい？嫌です。ご覧の通り今は忙しいので。忙しいのなら仕方ないが。しかしカフェ、思いっきりくつろぐ用のコーヒーを準備しているところじゃないか。コーヒーの準備に忙しいんですよ。そんなへりくつを言うのはやめたまえよ。コーヒーを入れる行為は神聖な行為なんです。タキオンさんの相手をしながらコーヒーを入れるなんてコーヒーに対する侮辱ですよ。それは私に対する侮辱にならないかい？カフェだって私が発明に忙しい時に声をかけてくるじゃないか。タキオンさんの百害あって一理なしのカスのような発明品と一緒にしないでください。辛辣だねと言ってるうちにコーヒーが入れ終わりましたのでお話を聞きましょう。ああ、聞いてはくれるんだね断る理由はありませんので。あ、インスタントですが紅茶どうぞ。なんだかんだで優しい子だねそれでどうかしましたか？ディザイア君のことなんだがねディザイアさん、とても愛らしい方ですよね。もしかしてディザイアさんの異世界級な可愛さについて語り明かすというお話ですか？いいですね、今日ばかりはとことん付き合いましょう。カフェがディザイア君を可愛がっている話は聞いているがとりあえず私の話を聞きたまえ。なんです。これは先日のレースでのディザイア君の様子だが。4番人気です。4番、レッドディザイア。2番人気です。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。王道の距離で好走が期待できますね。カフェはどう思う？勝負服もよくお似合いですね。デザイナーさんを呼んでください。お礼が言いたいです。ディザイア君本人がデザイナーに礼を言うならともかくそんなシェフを呼んでくれたまえみたいなことをカフェが言い出すのはおかしいだろう。いや、そんなことよりもだよ。そんなこと？タキオンさん、今そんなことと言いましたか？なんだい？勝負服とは G1 級のレースを走る馬娘に不思議な力を与えてくれる特別なもの。それがそんなこととは何事ですか？オーケーわかった。私が軽率だったよ。すまない。まあ分かっていただけたのならそれでいいんです。私だって勝負服を身にまといレースに出ている身だからね。カフェの言うことはもっともだと思うよ。それでどう思いますか？どうって？ディザイアさんの勝負服ですよ。ディザイア君の勝負服？どう思いますか？ああ、とてもよく似合っているんじゃないかな。ふふふ。ディザイアさんの異世界級の魅力は研究教のタキオンさんにも伝わるようですね。これもしかして私ディスられてないかい？だね。はい。ディザイア君、結構話題になってるようでね。ディザイアさんはいずれ異世界に至る身ですからね。この世界でも話題になるのは必然ですよ。It's naturally。甘やかすにも程があるね。それでどう話題なんです。1000年に一人の美少女とかそういう感じですか？その言い方だと少女自体はそれなりにいそうだね。論より証拠だ。このネットの反応を見たまえ。きっと称賛の嵐でしょうね。どれ？パドックでお祈りを始めるやべえ馬娘。大学の頃に講義直前にこういうことする人いたな。多分これ祈り捧げてるのウォッカ様相手だよね。これ何教なの？ウォッカ教？異世界へ至る聖女教だぞ。私も異世界へ至りたいのですが2000万円の献金で足りますか？こいつは気合入ってますね。少し痛々しいレベルでは。少しで済めばいいんですがね。わかった。デュランダルと同類だ。問題はロールプレイにおいてデュランダルにあった可愛げが全くなさそうなところだ。は？ロールプレイじゃありませんけど？ディザイア様は本物なんですけど？本物なら本物でいいとしてそれって用語になってますかね。カフェの娘、何か変。他のカフェの子が心配になってきたぞ。ウォッカ教なのかと思ったらなんか、本物っぽいな。とりあえずオペラをぶつければ本物かどうかは判別できるだろう。とりあえずゴルシぶつければ本物かどうかは判別できるだろ。とりあえず綾部さんぶつければ本物かどうかは判別できるだろ。とりあえずダイヤちゃんぶつければ本物かどうかは判別できるだろ。トンチキ馬娘をぶつけ合わせてどっちが素になるかでトンチキ度合いを判別するのやめろ。
何気にデュランダルがトレーナーと騎士プレイを楽しんでるだけの馬娘だと認識されてるじゃないか。実際そうだから仕方ない。とまあこんな具合なんだがね。カフェはディザイア君にどんな教育してるんだい？私が育てたわけではありませんがキャラが立ってていいと思います。そうかい。キャラ作りで聖女やってるんじゃなくて本当に自分は頂上体験を経て世界に迷い込んだ聖女だと思ってるようでだいぶおかしい。3D モデルで動いてると目の下のクマみたいなのもあって。目がすごい不健康そうでビビった。それが啓示を受けたからなのかそうでないのかは問題ではありません。いずれにせよディザイアさんは見えないものを追う同士なんです。同士を応援することはおかしいことですか？いや、私たちは仲間でライバルだからね。おかしいことなどないさ。しかしあえて言わせてもらうよ。なんです。そこら辺を考慮したとしてもさすがにディザイア君は仕上がりすぎてないかい？実際に解説も言ってるじゃないか。いい仕上がりですねと。いい仕上がりですねでなんかダメだった。いやほんと仕上がりすぎてませんか？いいだろ？未来の聖女だぜ。カフェ？聞いてるかい？うるさいですね。現代は多様性の時代です。個性は認められるべきです。見えないものを追う同士ってカフェが言っちゃってるから啓示は本当なんだろうけど。これで適当言ってるだけだとギャグになっちゃう。まあ実際いろんな子が啓示みたいなのを受けてる気はするけど。ともかくディザイアさんは自分の夢のために頑張っているんです。それは認めるけどね。あれだけ努力しているんです。末は博士か大臣ですね。聖女じゃないのかい？聖女との兼用です。まあいいけどね。しかしカフェ、ブエナ君の記者会見に乱入するのはさすがにやりすぎだと思うんだよ。他人の会見に急に現れて説法を始めるやべえ馬娘だなんて言われているよ。どこの誰ですか？そんなことを言う失礼な人は。許せませんね。私が直々にお話ししましょう。いや、他人の記者会見に乱入する方が失礼だと思うんだがね。自分にはもっとふさわしい世界があると感じたことはありますか？私はあります。そしてある日啓示を受けましたの。自分の記者会見でやり出す分には担当トレーナーが頭を抱えるだけで問題は特にないけどね。将来必ず登場するであろうこの子の担当トレーナーになるやつはだいぶやばいな。普通の人が何か引き込まれるか元からやばいやつか電波の周波数が合っちゃったかどれになるかな。神父みたいなトレーナーかもしれないな。ディザイアのために宇宙一巡させるトレーナーか。ラッキーライラックトラにも担当するからそいつ多分死ぬよ。ラミがやばいのは聞いたことあるけどラララもやばいの？本人に何にもなくてもライバルがアーモンドアイはすり減りそうだけど。ブエナ君の記者会見にいきなり乗り込んでこれだからね。これはさすがに私もどうかと思うね。ちょっとブエナの会見に乱入して皆さん世界についてお話ししますってやるくらいの普通の子だよ。ブエナの育成で喋ってるの見ると間違いなく変な子なんだけどいい子なのも違いないなって感じはする。すげえ変な子だけど。独自の世界観に浸ってる中二病ってだけならギムレットも似たようなもんだったのにこっちの方がヤバめに感じるのはなぜだろう。特定個人に執着を見せ始めるとヤバさのギアが3段階くらい上がる。これに好かれるのかウオッカ。仕方ないよ。まあ味かっこいいところしかないもん。レースでのウォッカは。09世代は会見に乗り込んで喧嘩売る馬娘だの会見に乗り込んで説法する馬娘だの。こいつやばい、こいつやばい。この馬娘、何か変。アクティブなカフェ。こんな語りから入る人をもころで見た。カフェ、これは友人からの善意として言わせてもらうが一度ディザイア君と話し合ってみたらどうだい？彼女の生き方を否定する気はないがそれが誤った道であるのなら正してやるのが親心ではないかね。私はディザイアさんの親ではありませんがタキオンさんの言うことも一理ありますね。カフェにしては素直だね。では早速行きましょうか。え？なんで私の首根っこを掴むんだい？もちろんタキオンさんにも同席してもらうためです。いや、私は無関係だよ。言い出しっぺの法則というものがあります。なのでタキオンさんにも付き合ってもらいますよ。嘘だろう？あの乱入記者会見のようなトンチキが繰り広げられるのが目に見えてるじゃないか。それに私を巻き込むつもりかい？はい。私は科学畑の馬娘だよ。ディザイア君とは所属が違うというか。言ったでしょう、言い出しっぺの法則だと。
それにディザイアさんは真剣なんです。トンチキなどと言わないでください。わかったよ。では行きましょう。そうだ、ディザイアさんが好きなカフェラテを持って行ってあげましょう。余計なこと言わなきゃよかったね。思ったよりいい子ではあった。思ったよりヤバくもあった。想像以上に何言ってるのかわからん子だったが負けが込んでもこれが私に課せられた試練。とポジティブなのは強い。すでにフルスロットルすぎて実装された時が怖い。この世界から次の世界に行きたいって言ってるのが気になる。育成でうまいこと行くと選択を迫られるのでは？パドックで祈ってる馬娘初めて見た。馬娘じゃないけど競馬場で時々見る。祈ってる理由が汚すぎるやつやめろ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。